数えてないんですけど、正確に40、50種類は朝あります。大谷翔平と誕生日も1月で同じで、ほぼほぼ同じ人生をたどってますね。鉄板ネタですね。はい。男は褒めないとあかんって言われたから。しばらくパンが続きます。楽しみです。パンね、パン食べる人。食べますね。はい、いらっしゃいませ。あ、大丈夫です。それはでも私ら遅い方だと思いますけどね。同じ業界の人からしたらちょっとどちらが遅めなのかなと思うんですけど、どうなんですか。今妻が妊娠してるんで、役割分担を明確化してますけど、普段はどっちもお互いできるんで、1週間ごとにその役割をローテーションでやったりとかやってるんですよ。8ヶ月なんで、あと2ヶ月ぐらいで生まれるんで、意外とバリバリやってる方やと思うんです。191あります。シンクとか全部、その台とかも全部低いから、ちょっと腰痛いとか最初なんで。153なんで、なんぼやろ、40？ 38、30。ほぼ40ですね。ほぼ40。僕今30で、今年31なんで、大谷翔平と年齢も同じで、誕生日も7月で同じで、子供も生まれる。ほぼほぼ同じ人生をたどってますね。鉄板ネタですね。はい。湯種取ります。これを朝発酵来たら焼いて、でまたそこにさらに入れていってっていう繰り返し。数えてないんですけど、正確に50、50種類は朝一あります。最初は30種類ぐらいだったんですけど、なんかやっていくうちに増えてお店持ちたいと思ってやってたんですけど、やっぱりパン屋さんって結構やっぱ大変な仕事なんで、一人でやるのは難しいなと。販売までワンオペでやってらっしゃる方もいるんですけど、そうなると毎日寝られへんなみたいな感じになってくるんで、販売だけでもやってもらえたらっていう気持ちで最初は販売やってほしいなっていう誘ってたんですけど、付き合って5年で結婚して1年でお店やってみたいな感じですね。
らしいよな。うんなんかないい感じよね。言わせてる。たまになんか外国ハーフですかと言われますねたまに。あごめんなさいあんまピンときてないですよね。こっち入ったら全く一からまた作り上げなあかんからめっちゃ大変なんやなとは思ってたんですけど、ただ子供が欲しかったんで妻が仕事をする独立お店するってなったら子供できた時にお店休むってなったらもしかしたらお店畳むというかね辞めないといけないとかなってしまったらずっとパン職人としてその修行してた時めっちゃ大変な姿見てるんでなんかね修行頑張ってたのになんかそれで妊娠して赤ちゃん産んじゃうからお店閉めますとかなってしまったらかわいそうやなっていうところもあったし、それやったら僕が一緒にやって引き継いでできたら一番いいんじゃないかなとも思ったし、2年ぐらいは慣れるまでめっちゃもう途中でこんな感じで仕事しててでオープンする前に疲れて一回もう休んでましたもんね。もうフルで働けなかったんで適応するまで体が信じられないとか言ってるんですね。こっちが信じられないぐらい休みなしでもすごい生活を送ってましたね2年間ぐらいは。これなかなか難しいんですよねこの真ん中にこうパンの真ん中に落とすこの技術。これで僕の店は終わりです。今日の卵いつもはみ出して僕が「いやもうちょっとこうしたらいいと思うよ」って言ったら「うるさい!」いつも喧嘩するんです。言ってないし、そこまで。いやそんなん分かってるしとか言ってなんかちょっと言うてない言うてない。軽く険悪なムードになるっていうのが花パンのお決まりパターンです。投げてるんですよ。なんかめちゃめちゃします。めちゃめちゃしますね。はい、めちゃくちゃ週1ぐらいでなんか軽めのやつ。あとミスした時に僕が指摘したらなんでお前に言われなあかんねんみたいな感じで言ってきて言うてないよ。僕が逆にブチギレるっていう構図が出来上がったなんで弟子にそんなこと言われなあかんねん言うてない。私の方が上やのにっていう言うてないそこまで。取りますそこまでは言ってないけど腹立つ。いい時でいい時というか平均で大体20万ぐらいです。言いたいらしいです。はい、いやなんか周りくどいんでもうしっかり言わせてもらうと平均で大体ざっくり20万ぐらいが1日の売り上げですね。ざっくり。ざっくり。いやそれがめっちゃするかも自分の中であんまり平均わかんないですけど一応15ぐらい15万ぐらいで、税込み18万です。光熱費で、10万はいかないですね。10万いかないぐらいです。全部合わせて。でも恵まれてたっていうか普通銀行さんから借り入れなんですよ。でもしかも自己資金がこれぐらいあってでそれに合った金額を貸し付けてもらって開業っていう感じだと思うんですけど、うちは親から母父からもう1000万円ずつ借りることができたんでその資金調達っていう多分一番最初の難しい面をそこでクリアしちゃってるんで銀行さんにも最初できれば親に頼りたくないんで相談したりはしたんですけどこの自己資金200万ぐらいやったんですけど今これで貸し付けられるのはそんな無理だよっていうふうに言われて、2回ぐらい相談行かしてもらったんですけどそっかっていうのでどうしようかなって思ってたら貸してあげますっていうことになって、一応契約書を両親と結んで銀行さんより安い年利
本当は3%ぐらいなんですけど、それを今1%ぐらいで10年間で返済するっていうので今借りさせてもらって8万7千円、1人当たり8万7千円ぐらい父が計算してくれたんですけど、なんで2人合わせて18万いかないぐらいですかね。借金返済代、約20万ぐらいなんか意地みたいなのあったんですけど、結局うまくいくかっていうのも正直わからないですし、頼れる人は頼ろうっていう、やっぱり親から借りてるっていうそこちょっとチートというかなんか自分の力じゃなくクリアしてる感じが、後ろめたくないと言ったら嘘にはなりますね。最初はやっぱり借金がこの1000で2000万あるっていう頭で私も早く返したいじゃないですけど、そういう感じで思ってたんで、最初頑張って返し終わったらちょっともうちょっとギアを落としていこうかなと思ってたんですけど、しんどすぎると週5やったんですよ。いや、もともと週2休みやったら1日丸々ですよ、仕込みで潰れるんですよ。ってことは実質1日しか休みないってことになっちゃうんで、週1やな。僕は週2休みずっとサラリーマンでやってたから、趣味とかもいろいろ遊びたいしってなると、やっぱり最低でもお店のスケジュール上は週3休みでも1日は仕事やから実質のとこ週2休みなんですよ。これが僕は普通だと思ってて、スタンダードそうね。じゃないと心がすさんでいって美味しいパン焼けないじゃないですかっていうところがやっぱり大事かなと思ってて、やっぱ遊ぶために働くって言ったら究極かもしれないですけど、でもそれぐらい遊んだりした時の経験が多分仕事にも生きてくると思うんで、僕はちょっと休みを増やしてほしいというので伝えて、すごい心豊かに今働いてます。チーズ聞いてくれる？はい、はい。焼き色をまんべんなくつけます。生地が 40g なんですけど、それに対してだいたい75から80ぐらい入ってるので、ほぼ倍ぐらいの生地に対しての倍ぐらいの卵のペースが入ってるんで、結構ボリュームなんですよ。もう結構僕はなんか見た目もなんかちょっとこう綺麗に見えるようにしたいんで、どちらかというと爪よりはだいぶ仕上がりが綺麗な方だと思います。僕はどちらかというと見た目も綺麗にたっぷりですけど、速さも大事ですけど、やっぱ綺麗さも大事なんで。早くて出すんだよ。言わんでいいんちゃうそれ。まあでも実際そうやから仕方ないな。あ、違うかな。実施の意地ですね、やっぱり。スピードで負けるもやっぱりクオリティでこっちは勝負するっていう感じで。今
甘い系と惣菜系で違うんですけど、お惣菜系のパンだったら僕は明太フランスが一番好きで、甘い系か、甘い系何が出るかな、迷いますね。迷いますけど、これパンスイスとかじゃないですかね。パンスイスっていうちょっとデニッシュの中にアーモンドクリームを絞ったパリパリっとしたやつなんですけど、僕は結構それが好きかもしれないですね。甘いのとか全然いけちゃうタイプですね。全然いけます。甘いの結構大好きなんで、そうなんですよ。だから結構どっかいろんな他のパン屋さん結構行くのも好きなんで、まあどんなパン作られてるんかなっていうのも含めて、よく旅行とか行った時とか、普通に大阪市内とかまあ含めて大阪吹田とかもね、いろいろ含めて行くんですけど、結構甘いものばっか買っちゃいますね。だから気づいたらお昼ご飯に買ってるのになんかお惣菜系のパン全然ないみたいなよくあります。まあでも夫婦でやってたらまだなんか不満あってもすぐ言えるから、それがいいですよね。これがもし会社の人とかとやるとどうしてもやっぱり気使うじゃないですか。思ってることもやっぱりちょっと気使うんで、もう今とか直球ストレートですよね。そこがなんかそこのストレスがないのがまあまあ僕は嬉しいかもしれないですね。やっぱりどうしてもちょっと上司とか先輩とかやとどうしても配慮してしまうから、自分の思ったことを一回ちょっとグッとこらえなあかんのが僕は結構無理なタイプなんで。グッとこらえて配慮してくれへんから喧嘩なの。そうか、そっちか。そうですね、転職したんですけど、2つの会社勤めてて、もともと商社で働いていて、そこは、まあ、石油とかの販売とかなんかそういう商社の会社で営業をしてました。そこから転職してご縁があって、人事系の IT の会社の人事とかの仕事をメインで行ってて、でそこからの転職というか仕事を辞めて脱サラして一緒に始めたという感じですね。バートさんから、男は褒めないとあかんって言われたから頑張って褒めてるうまいやんこれとか言ったらなんか普通にそうありがとうとかでいいのに、なんかそうやろ俺もそう思うみたいな乗っかってくるんですよ。と思ってで先輩が「すみませんあいつ帰れ」って言うとほんまに帰ったんで、もしかしたら明日会社来ないかもしれないですって敷地面積いるから。あ、そうですね。あ、わかりました。そしたら2回目の分でお取りしておきましょうか。売り切れる前に買いたいって人いるんで、オープン時点で結構混んで、そこから土曜日は結構12時とか1時ぐらいまで結構並んで、そこから一回ちょっと落ち着いたと思ったらまたその空いてたら空いてたで、みんな今やったら買えるっていうので来てくれて、途切れずに結構来てくださるので、結構それはありがたいですね。で僕はいつも何時やろ12時ぐらいにそこに曲がりのカレー屋さんがあって、ザワカリーっていう、いつもそこでお昼ご飯を食べに行く。お米食べたいなってなります。やっぱ全然パン屋さん巡りとかして全然パン美味しそうだなと思って買うんですけど、やっぱりなんか昔ほどは食べなくなりました。匂いに囲まれてたらなんかもうそれだけでお腹になっちゃうみたいな、米とか麺とかが恋しいみたいな感じになります。
これですね。そうですね。ライ麦とヨーグルトを混ぜた生地なんで、ちょっと普通のバケットよりしっとりした感じの口当たりで、それと普通のバケットの2種類焼き上げていくんですけど、今先にこのライ麦のバケットをやっていきます。楽しみですね。生まれた後のこの生活が全く想像できなくてそれはそれで楽しみなんですけど、不安の方がみたいなことはないですか？まあなんとかなるんじゃないですかなんとかなるでしょうっていう感じ。まあ一人で頑張ってくれるらしいですなんか言うて街中で見かける分にめっちゃ可愛いとかはないですけど、実際なんかちょっとこう知り合いの子供とかとはいはいはなんか触れ合った方がなんかその可愛いなんかいいな可愛いなと思うかもしれないですね。もうちょい焼こうかな。あと1分ぐらい焼こうかな。でも焼き色とかその時その場合によってねやっぱり発酵具合によって変わってくるんでっていうちょっと分かった風に言ってますけどかっこいい。でもかっこいいやん。焼き色ですかね。妻がその妻の好みの焼き色に合わせて僕は出すだけなんで僕がいいなと思ってもいやちょっとあと20秒だけでいや20秒で変わるかいなと思いながらも、まあ、大体なんかでも大体分かってきました。そのパンの適正なそのお店によってのその多分適正な焼き色とかってあると思うんですけど、その花パンの中での焼き色そのぐらいがいいんやろうなっていうその分かってきました。分かってきた。これは見てたパンスイスの桜あんバージョンですね。これが期間限定というかその季節によってちょっとたまに入ったり上のさパンオショコラを下にしといて。土曜日限定のやつなんです。アップルパイと芋カスタードパイが土曜日は出るんです。
乗ってほしいシャシャじゃん閉めてもらっていい？えいいからえ閉めてもらっていい？あごめんなこっちじゃないオーブンの戻してくれへんかな。じゃああ、全然ねじゃあ2人でリオ君と。一緒にいろいろ考えてくれたり困ってることとかすぐ気づいてくれたりするのですごいありがたいです。いつもあんな感じです。楽しいですね。なんか聞こえてくる会話も面白いし、すごい揉めてるわけじゃないんですけど、奥さんが鋭く言ってる時にああ分かるわーってなる。自分の旦那と比べたりしてしまいます。うちの長男とうちにあげたい台がいっぱいあります。折り紙とかも飾ってもらって、もう飾っていただくのが嬉しくていっぱい書いてます。本当にここのパンを食べてからもうなんか他のパンはなんかこれはちょっとって言い出したり、腹パンのパンには負けるわって絶対言います。もう困ってます。本当に困ってます。これこの量なんかかぶりません？2人で作ってるなんて思えないぐらい本当にすごい量。お願いします。今のところですなんで、あと多分5分前とかだったらもう少し並んでくれてると思うんですけど、理想のなんとかバタバタせず喋りながらやけどできるなんとなく、よかった。なんかこの感じでいってなんか全然間に合わんかったらどうしようかなと思ったんで、行くわ俺こう。パンを3つ取ってもらっていいですか？奥の方にあると思う。ありがとうございます。こうやってやっとここで2ヶ月で出てくる。2ヶ月で。ピカのパン買ってくるね。パンね、買ってくるね。インスタを見て来たんですけど、もともと近くなので何度か通りかかったことはあって、でもこの列なので諦めてたんですけど、今日は並んでみようかっていう話になって来てみました。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。お待たせしました。しばらくパンが続きます。楽しみです。パン食べる？パンね、パン食べる人。はーい、食べましょうね。美味しそう。かかってるよ。めっちゃ買っちゃった。美味しそうだったから。ベーコン焼くない。こっちか。そうそう。あと、ビールにね。ありがとうございます。もういっぱいあってもずっと今日も明日も食べると思うんで。明太フランスとメロンパンとソーセージです。最高や。今から江坂公園で食べてきます。私の方がネガティブなんで、あーってなってても、いや大丈夫やろ別にみたいなめちゃポジティブなんで、はい、その面ですごい助けられてます。まあ大丈夫かって思えるというか、はい、取ります。結構僕はどちらかというと、まずは自分のことをまずは結構メインで置きがちなんですけど、妻は自分よりも他の人が喜んでくれる、喜んでほしいからこう何かするっていうのがすごいその気持ちが強いんで、自分が犠牲になったりとか大変になったとしてもその人が喜んでくれるんやったら頑張ってするって言ったところは僕にないなっていうところで、僕もでもそれを見て、そうなりたい、そんな人になりたいなって思うところは尊敬する部分でありますね。相手のために自分が尽くすことをできる、喜んでほしい相手が喜ぶ姿が嬉しいっていう気持ちがなんでしょうね。お母さんもそんな感じなんですけど、やっぱそれが母から娘へ引き継がれてる感じがすごい感じるので、いや素敵だなって僕は思いますね。今がすごい満足してるんですけど、このまま続けれたらこの状態をキープできるのがベスト。やんな。あれいいですか。やんな。もう一個ワンパターン、もう一個僕のバージョンで作っておきます。なんでよ。なんで仕切りのさ。どうなるんか。どれなので、ダンスシーンが。僕は何でしょう、森の中でパン屋さんするみたいな感じで、最終的にね田舎に移住してパン屋さんするのもいいか、やっぱやめときましょう、これなし。そうな。いやちゃうな、ちょっとちゃうな、ちょっとちゃうな。移住すんのってなっちゃうから、やめとこう、これはちょっとあかんわ。
袋1枚。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。